第二女子、典子女王殿下の闇、謎。皆さんは、高円宮家次女であり、出雲大社の神職である、千下国麻呂氏と結婚したことで話題になった、高円宮典子女王殿下をご存知でしょうか？今回は、そんな典子様に関する謎を紐解いていきます。典子様は、高円宮典仁親王と久子殿下の第二王女として、1988年7月22日に誕生されました。祖母の高仁親王妃百合子氏が総裁をしている、社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合女子保健センター愛育病院で生まれました。典子様は大正天皇のひ孫であり、126代天皇である成仁天皇の鳩子になります。姉妹は、姉が継子女王、妹が綾子女王です。典子の名は父、典仁親王が名付け、母、久子氏がお印を選びました。お印は蘭の花をかたどったものでした。典子様は、小等幼稚園に通われていました。その後、学習院初等科、学習院女子中等科に通われました。中等科に通われていた2002年、父、典仁親王が、スカッシュ中に倒れて亡くなられました。2007年3月、学習院女子高等科を卒業されました。同年4月に、学習院大学文学部心理学科に入学します。大学での専攻は心理学でした。2008年7月22日に成人されました。平成天皇から、宝冠牡丹賞を賜りました。以降は、成年皇族となり宮中の祭祀や式典にも参列し、公務に関わっていきます。2011年3月20日に、学習院大学文学部心理学科を卒業しました。典子様のご結婚と皇籍離脱。2014年5月27日、典子様は、千下国麻呂氏との婚約を発表しました。国麻呂氏は当時、出雲大社ネギでした。発表は宮内庁の西ヶ広渡る旧務首謀が、記者会見にて行いました。同日の午後からは、典子女王と千下国麻呂氏により記者会見が開かれました。同年7月4日、納采の儀が執行されました。10月2日の午前に皇居の宮中三殿にて、賢所高霊殿神殿に謁するの儀が執り行われました。その際の典子女王は、高知儀と袴を履かれ、髪型はおすべらしでした。皇室代々の先祖と神様に対して、結婚と皇籍を離脱するということを報告しました。同日の午後からは、宮殿で朝見の儀に臨みました。朝見の儀は、天皇や皇后に感謝の言葉を伝える儀式です。10月5日の午前7時30分、入内の儀が行われました。前日から出雲市を訪れていた典子様を、千下国麻呂氏の氏頭として宿泊先に迎えに行くという内容です。同日の11時頃から、出雲大社にて結婚式が行われました。出雲大社の参道で、典子様は、黄色地に紅の、向かいオウム丸門と、萌え木の植物門を散らした内着に、紫色の袴を着ていました。一方国麻呂氏は、黒の衣冠を身につけていました。その後ろに親族である久子氏、継子女王、綾子女王が、国麻呂氏側は両親が出雲大社の拝殿に向かっていきました。その後は典子様が赤いコーチ着と、紫色の長袴に着替えられました。そして、国麻呂氏の後に続いて拝殿の中に入っていきました。この儀式の際に着用したコーチ着は、典子様の祖母である、高仁親王妃、百合子様が貞明皇后から受け継いだものでした。長袴は貞明皇后から受け継いだ生地で、新しく作ったものだと発表されています。同日の午後に儀式が終了しました。その後、婚姻届が代理人によって出雲市役所大社支所に提出され、受理されました。これを最後に、典子様は皇族の身分を離れて、以降は、千下典子と名乗り民間人になりました。10月6日に、松江市のホテル市場にて、披露宴が行われました。この時は地元である出雲の関係者に向けた披露宴でした。8日には東京都内のホテルで、皇太子成仁親王、皇太子妃雅子様を主賓として、披露宴が行われました。結婚にあたり、国から一時金として、1億675万円が典子様に支給されました。この一時金は、法によって定められた規定によるものですが、その上限額でした。結婚後は、出雲大社宮司の妻を、姫君様と呼ぶ習慣があったので、出雲大社の職員たちは、典子様のことを、若姫君様と呼んでいました。出雲大社の祭祀や行事の準備などの指示を、学んでいかれました。典子様と国麻呂氏の出会い。典子様と国麻呂氏の出会いは、出雲大社でした。宮内庁の発表によると、2001年9月に、
高円宮家が家族で、出雲大社を訪れたことがきっかけということです。出雲大社境内で出土した、神の御柱を見学するためでした。それ以降、高円宮家と千家家は、家族ぐるみの付き合いになったのです。なお、この時は千家さんが京都におられたので、典子様との初対面はまだ先のことになります。二人が初めて顔を合わせたのは、6年後の2007年4月でした。典子様は当時大学生でしたが、久子様と共に出雲大社を参拝されました。その場が初対面となり、交際が始まりました。結婚については、典子様の公務などを考えて、ゆっくりゆっくりとお話を進められた、と言われています。婚約の内定がきっかけで、両家は宮内庁を通して結婚を発表しました。久子様は、親元で過ごした年月よりはるかに長い時を、千家家の一員として生きていくことになります。常に感謝の気持ちと奉仕の心を忘れず、日々の務めを果たしてほしいと思います。と、おっしゃいました。国丸氏の両親は、大きな喜びをいただきましたことをありがたく存じておりますと、返事をされました。典子様と国丸氏は、共通の趣味としてバードウォッチングをされており、仲が深まったとのことです。お相手の千家国丸さんは、第84代出雲国葬で、出雲大社宮司の高政さんの長男です。1973年9月2日生まれで、典子様より15歳年齢が上になります。東京の乃木神社や、京都の石清水八幡宮で神職をしていたこともあります。出雲大社には2005年から勤めています。出雲大社氏子会長の竹内重蔵さんは、国丸氏のことを、高政さんを継ぐにふさわしい立派な方。その一方で、街中では知人に気さくに声をかける好青年、と言われました。結婚後の典子様。結婚内定会見で典子様は、生まれ育った宮家を離れるということに対しての、少しばかりの寂しさですとか、出雲での生活に対する、多少の不安といったものはありますと、おっしゃっています。皇室に関するルールにあたる皇室典範では、女性皇族が一般の方と結婚した時は、皇籍を離脱することが決められています。結婚後の典子様に関しては、地元で全く見かけない、よく東京に帰っている、東京にマンションを購入したらしい、といった噂があります。典子夫妻の友人からはこのような証言もありました。お二人は、昨年末から年始頃に完成した、新築の一軒家で仲良く暮らしていますよ。国丸さんは毎月、全国の出雲大社の分院などへ飛び回っているので、典子さんが一人で家を任されているようです。逆に東京に帰るときは、国丸さんが一人で家にいるということもあります。出雲大社のすぐそばには新築の一軒家がありますので、そこで生活されているということです。高円宮家について詳しい関係者は、確かに典子さんは、よく東京に帰っているそうですね。実は当初から里帰りは自由にできることになっているようです。国丸さんが不在の時は、なるべく実家に顔を出し、ご多忙な母、久子様を支えているのではないでしょうか。皇室を取材するジャーナリストで、文化学園大学客員教授の渡辺みどりさんは、嫁ぎ先に尽くしながら、いざという時はご実家を助けるというのは、高架したかつての女性皇族方にも共通するスタイルだと思いますと話しています。典子様が皇族を離脱された後に、母、久子様と顔を合わせた出来事として、2023年2月に東京で開催された、世界蘭展があります。このイベントは、久子様と典子様が開会式に出席されました。開会式で実行委員の名誉顧問を務めている典子様が、優秀賞受賞者に表彰状を渡していました。結婚後によく東京に帰っているということですが、その噂は、2018年にはすでに報じられていました。典子様は、結婚後に出雲大社で決まった役職にはついていないらしく、ある程度自由に動けるようです。デイリー新潮の記事では、あちらはお忙しいからいらっしゃらないですが、お母様と一緒に上京されることも多いんですよ。向こうにいらしても典子様は、皆さんのところに出ていらっしゃる用事がないわけです。ほとんど土地の方と交流が終わりにならない。本当に暇らしいです。神宮の奥様というのは本当に何もすることがないそうで、この記事によると、典子様は出雲大社での活動はしていないようです。一般の家庭に結婚して行かれたので、その後の典子様の活動状況は、はっきりとしたことがわからないそうです。結婚されてからの典子様の活動として、特に大きな噂があったものは、皇居によく帰るので、離婚の可能性がある。夫婦の仲が冷え切っている。国丸氏が精神的に体調が悪い。病気で子供ができない。
皇族育ちなので、出雲大社での生活に慣れない。お金持ちが参加するパーティーで何度も目撃されている、などです。出雲大社は、島根県でもトップクラスで人気のある観光スポットです。初詣期間だけでも約60万人が訪れると言われます。そのような中で典子様の目撃情報がないというのは、やはり出雲大社での業務とはあまり関わっていないのかもしれません。典子様がどのような生活をしているのかで参考になるのは、夫である国丸氏の収入です。皇族が嫁いでくるほどの大きな神社の後継ぎということで、高収入なのではないかと思いますが、意外にも神職はそれほど儲からない職業なのです。神職の給料は、神社本庁が細かく規定を定めているので、飛び抜けて多い神社はありません。婚約発表時の国丸氏は、月給が25から27万円ほどという推測がありました。その後、ネギから権宮寺に昇格していますが、神職であれば、最高位の宮司であっても、月収の上限が60万円と、規定で決まっているのです。神職としての収入以外があるのかもしれませんが、その場合は土地を持っていて、マンションやテナントとして貸し出しをして、家賃収入を得るという方法になります。しかし、その方法も財務基盤が安定している神社にしかできません。日本の神社の多くは専業で維持することが難しい、と言われています。国丸さんの実家は、出雲大社の敷地内にある千家国造館という建物です。広大な敷地を持つ日本建築ですが、結婚後に典子様と国丸氏は、出雲大社内に新居を建てたと言われています。その新居で一緒に生活しているのかと思いますが、2016年の春頃から二人は別居しているという報道が出ています。別居報道の理由は、典子様が一人で東京に帰ることが多いので、そのことを不審に思った週刊誌記者が取材を進めた結果、分かったことだというのです。週刊朝日、2017年12月29日号には、ファッション関係のパーティーやレセプションなどで、お姿をお見かけしたので、また東京にいらっしゃるのか、と不思議に感じていたのです。典子さんは単独で行動することが大半で、国丸さんと過ごす光景は東京でも出雲でも見かけることはなくなっていった。典子さんがよそ者扱いされて馴染めないようだ。といった内容が書かれています。出雲大社の敷地内に建てられた新居に、人の気配はないとも書かれています。戦外家と交流のあった人によると、国丸さんは精神的に参ってしまっているという話も聞こえてきます。と言われます。一方で、典子様は戦外家との関係は良好であり、典子様が国丸氏との馴れ初めを楽しそうに話していることがあったという人もいます。宮内庁関係者の中には、典子様は東京で過ごす時間が長い、と認めている人もいます。しかし、これは母の久子様が多忙なので、お手伝いのために帰っているということです。国丸氏が精神的に参っているという話ですが、結婚後にうつ病を発症したという情報があります。もともとおとなしくて優しい性格だったので、出雲大社の後継ぎということでプレッシャーがあり、典子様との結婚生活がうまくいっていないことによる悩みもあるそうです。さらに、国丸さんのうつ病はかなり前かららしく、2017年12月の週刊新潮の記事では、地元の自治会幹部でも、ここ1年半ほど千家さんの姿を見たことがなく、例祭などにも参加していないという話になっています。と書かれています。典子様の離婚報道。典子様と国丸氏は、夫婦仲が良くないため、離婚の可能性があると言われています。新居を建てたにもかかわらず、別居状態ということもありますが、現在まで二人の間に子供が生まれていない、という事実もあります。別居報道が流れた後に、二人が復縁したという情報はないので、現在も別居婚が続いていると言われています。皇室典範では、天皇と皇后以外の皇族は離婚できると定められているので、何かあれば離婚という選択肢は十分にあるでしょう。しかし、簡単に離婚できない理由もあります。まず、典子様はすでに皇籍を離脱して一般人になっています。そのため、仮に離婚したとしても皇族には戻れません。また、国丸さんが権宮寺を務めている出雲大社は、縁結びの神様を祀っていることで有名です。二人が結婚して、今年で7年目です。まだ子供がいないということで、不仲説や離婚の噂が絶えませんが、真相は不明です。久子様のお手伝いを頑張っている典子様と、出雲大社の権宮寺として日本中を駆け回っている国丸氏は、なかなか会える時間がないということも考えられます。今回は第二女子典子女王殿下の闇、謎というテーマを紹介してきました。子供の頃に父、
高円宮則仁親王を亡くすという悲しみがありながらも、くじけずに強く生きています。そして、出雲大社の跡継ぎである戦国にマロ氏と結婚したことが記憶にあります。皇族を離れた後も東京に帰ることが多く、世界覧展では、親子で共演されたこともありました。実家との関係を大切にされながら、出雲と東京を行ったり来たりする生活は大変な苦労だと思います。夫婦仲に関しては、様々な噂が飛び交っており、どれも憶測の域を出ませんが、民間人として生きていく決意は決して簡単なものではなかったと思います。今後の長い人生を自分で切り開いていき、幸せになってくれることを願うばかりです。